2年前にこんな本を翻訳しました。最強脳の作り方大全。自分史上最高の脳になるとは。なんとも物々しいタイトルだけど怖い本じゃないですよ。どんな風にしたら健康で脳を衰えさせずに生き生きと生きていけるのかっていうことが書いてある本です。健康第一をモットーにしている私としては、この本に書いてあることを実践してきました。と言ってもこんなに厚い本だから全部やってるわけじゃないんです。それに2年が経って少しだらけてます。それでも3つだけは忘れないようにいつも意識して続けてます。1つ目は食事。本にはもっといろいろなことが書いてあるけど、その中で私が注意しているのはこの3つ。青魚を食べる、野菜を食べる、加工食品はできるだけ食べない。これぐらいなら守れそうじゃないですか？2つ目は運動。といっても激しい運動じゃなくていいんです。体はもちろん脳を衰えさせない運動をすること。とにかく座ってばかりいないで動くこと。1時間座ったら5分動く。頭を使う運動をする。3つ目は人と関わる。一人暮らしだし、もともと一人で過ごすのも好きだから、これは意識しないとね。誰かとおしゃべりするのは楽しいし、相手の話をちゃんと聞いて理解してちゃんと答えるって結構頭を使うんです。それに人はそもそも単独じゃなくて群れで生きる生き物だから、協力したり知恵を出し合ったり共感したりする能力が備わってるんです。脳は筋肉と同じで使わなければ衰えていく。だから自分が持ってる能力をどんどん使って脳が縮まないようにしないとね。私の体は私が食べたものでできている。そう思ってできるだけ体にいいものを食べるようにしてますよ。パン作りが趣味だから普段のパンはだいたい手作りです。特別な時には特別なパンを作って誰かにプレゼントするのも楽しい。でも普段の食事にするパンはシンプルでお砂糖は控えめ、全粒粉を使ったパンが多いんです。健康のためっていうのもあるけど、甘くなくてちょっと歯ごたえがあるものの方が飽きなくて美味しい。ご飯だってたまには炊き込みご飯や混ぜご飯、ちらし寿司を作るけど、それはたまにだからよくて、普段は白いご飯ですよね。パンも同じです。材料を混ぜたらちょっとこねます。このパンは頑張ってこねなくて大丈夫。材料がちゃんと混ざったなってところでやめて、ボウルに戻して蓋をする。30分ぐらい置いておきます。だいたい30分経ったらヘラで持ち上げて折りたたむ。10回ぐらいやれるといいんですけどね。ヘラで持ち上げにくければ水で濡らした手で持ち上げてゆらゆら揺らしてちょっと伸ばして折りたたむ。こっちの方がやりやすいですね。生地はもう手にくっつかないし、つるんときれいになりましたよ。もう大丈夫。蓋をして温かいところで発酵させましょう。
冬だからって油断してました。ずいぶんしっかり発酵しちゃいましたね。まあこのぐらいならギリギリセーフかな。ダイエットも兼ねて小さめのパンにします。6等分。小さめといっても食パンなら8枚切りと同じぐらいですかね。そうそう、食事で気をつけてることがもう一つありました。それは腹8分目。できれば7分目ぐらいがいいかな。食べ過ぎると内臓への負担が大きい。すでに60年以上使ってる内臓ですからね。これからもちゃんと動いててもらうためにいたわってあげないとね。栄養のバランスよくおかずをきちんと食べるためにも主食は少し控えめです。パンの表面がピンと張るように成形したらこんな形になりました。かわいいですね。発酵させます。発酵が終わったパン。クープを入れるこの瞬間がいつも楽しい。220度で15分ぐらい焼きましょう。オーブンの中でもちょっと膨らみました。美味しそうです。パンを焼いた後のキッチン、すごくいい匂い。幸せな匂いです。今日のご飯も野菜が多め。ブロッコリーの洗い方、これで合ってますか？普段のご飯ですからね、凝った料理は作りません。素材の味が生きてればそれで十分。野菜は特に切ったり茹でたりするだけですよ。家での料理は添加物なしが基本だから、市販のドレッシングは使わずに塩、胡椒、オリーブオイル、お酢。メインの料理はお肉とお魚が交互です。スーパーでお安くなってたサバ、軽く塩を振っておきました。塩を振って焼くだけでも美味しいけど、くるみとお味噌のタレを作っておきましょう。あとは作り置きのゆず大根。冬の定番ですね。もともと青魚が好きなんですけどね。青魚の油、EPA とか DHA が体にいいし、脳にもいいと知ってからますます好きになりましたよ。美味しいものを食べて健康になれるって幸せですよね。
普段の食事はこんな感じです。手抜きでもなく、かといって凝ってもいない。いただきます。ごくごく普通の料理を程よく食べる。質素なご飯だけど、自分で作ると満足できるんですよ。不思議ですね。体にも脳にも一番悪いのは、なんと座ってばかりいることだそうです。困りました。だって仕事中はずっとパソコンと向き合ってるから、これはどうにもなりません。スタンディングデスクを使ってみたけど、なんだかね。どうにかしなくちゃと考えて、1時間に1度は立つことにしました。タイマーをかけて仕事に集中。時間が来たら立ち上がります。そして10分ぐらいダンスを踊る。脳に一番効果がある運動はダンスと本に書いてあったから、1年前にダンスを習い始めましたよ。といっても上達のスピードはめちゃくちゃ遅いし、かっこいいダンスには程遠いけど、ほぼほぼシニアばかりのレッスンだからゆるゆると続いてます。ダンスが運動になるのはわかるけど、脳への効果は最初はハテナでした。でもこれが効くんです。インストラクターのダンスを見て真似て踊って、あまりのできなささにびっくりしました。説明されて頭では分かったつもりが、思った通りには体は動かない。たった1分のダンスを踊るのに動作を10種類ぐらい覚えなくちゃなりません。体も脳も総動員です。一つのステップが踏めるようになると、脳の回線も一つ増える。それが実感できるから面白いです。ダンスは初級から上級までテクニックは無限だから、自分のペースに合わせて踊れるのもいいところなんですよ。仕事に戻ってまた1時間経ったら動きます。庭に出て金柑狩りをしました。ほったらかしの木だから実は小さいけど結構甘いんですよ。そのままパクパク食べながら5分間のお休みです。日本瑞泉の花が咲きました。今年はちょっと遅かったけど満開です。いい香りがします。年末に始めたスカート作り、ちゃんと仕上げたいと思います。これは体や脳の健康のためってわけじゃないんですけどね。ちょうどいい気分転換です。割と背が高い方だから、同年代向けのお店で売ってる服は大抵丈が短い。若い子向きのお店の服は丈はちょうどいいけどお腹がきつい。ウエストがゴムのスカートでも若い子向きのものはきついんですよ。一体どういうこと？ゴムなのに。まあ現実に目をやれば納得ですけど、自分のお腹の現実からはできるだけ目をそらしたい。何はともあれ、
自分で作れば丈もウエストもちょうどいいスカートができます。ミシンのカタカタという音も心地いい。ボビンの糸巻きも案外楽しいです。私にぴったりのスカートができましたよ。左右の両方にポケットをつけたのがポイントかな。普段着だからこれで十分。冬に活躍してくれるスカートです。頭の健康のためにもう一つ。人と関わるのもとっても大切。一人で過ごす時間が長いから、なおさら気をつけて、友達と会う時間も大切にしてますよ。そう、友達と会っておしゃべりをするし、作ったお菓子を手土産にして一緒に食べることもよくある。というか、一人じゃ食べきれないから一緒に食べてと口実にして友達と会ったりしてね。この日は小さなシフォンケーキを焼きました。シフォンケーキは難しそうに見えるけど、割と手軽に作れるんです。卵黄生地は材料を次々に入れて混ぜるだけ。メレンゲはしっかり泡立てる。ここがちょっと難しいところだけどね。何度も作って慣れましょう。最初は失敗することもあるけど、材料さえ全部ちゃんと入れれば食べられないほどの失敗はないから大丈夫。ちょっと膨らみが足りなかったな、ちょっと焼き縮んじゃったななんてことを思って失敗シフォンを食べながら、よし次はもっと上手に焼くぞとやる気が湧いてくる、そんなお菓子なんです。いつもはもっと大きな型に入れて焼くけど、小さなシフォンケーキにしたのは理由があります。それはお祝い用の小さなケーキにするから。焼きましょう。小さな紙の型で焼いたシフォンケーキは特別な方法で冷まします。かわいいでしょ。クッキーも焼きました。さあ、特別なケーキを仕上げていきましょう。長い時間をかけてチャンネル登録者が5万人になりました。ありがとうございます。人との関わりを大切にしたい私からみんなにお礼のケーキです。一人暮らしの私が何気ない日々を楽しく過ごせているのはみんなのおかげ。私一人が頑張ったわけでもなく、私一人が努力をしたわけでもなく、こうして続けてこられたのはこのチャンネルを見つけてくれたみんなのおかげです。これからもコツコツと続けていきますね。